生き延びない運転だよね。られないわけよ。ハザードが急に曲がってった。よし。ジーク鈴木。収入は低め、血圧は高め、司令官、コンスコンです。今回のテーマは、軽バンで死ぬな、愛のある運転で生き延びろ。ですね、半年以上前にアップした動画なんですけども、衝突安全、ハイゼットカーゴに軽バンの未来を見た、こちらの動画ですね、今年の頭からですね、めちゃめちゃ視聴回数が伸びてるんです。例のダイハツさんの不正問題、これが影響して伸びているんだと思うんですけども、やっぱりね、衝突安全っていうのが軽バンの安全性ね、ぶつかった時に危ないんじゃないかっていうところはみんな気になるとこだと思うんですね。私も買う時に気になりました。これまでこちらで当たらなければどうということはないとか、精神論みたいな乗り切れみたいなところだったんですけども、こちらの動画でも結びはね、やっぱり気持ちの問題みたいなところでなんかふわっとした結論で結んでたんですよね。ですが今回この俺らの動画の結論、ふわっとした結論をしっかりと論理的に結ぶことができるなと思いついたんで、今回その話をしたいと思います。申し訳ないです、コメント欄はオフにさせていただきます。どうしてもね、制作の都合上ですね、コメントが返せない、月3本動画アップするんですけども、全部コメントを OK にすると動画が作れなくなっちゃうんですね。だから今回の動画のコメントも、他の動画1本前の動画を再生してコメント書いてください。そうすると再生回数が1回上がるんでグッドです。コメントをもらったんですよ。法律狩りだと思うんですけど、視聴者さんからいただいたんですね。あなたの感想ですよねみたいなことを書いてありました。合法だからいいだろうと。ただこれ合法だからいいっていう話なんですけども、車の運転とか世の中を生きていくための行為って合法だからいいとか違法だからダメっていう話だと単純に割り切れます。合法だから絶対いいんだっていうことで物事を割り切るのは間違いっていうとちょっと語弊がありますので、こう言いましょう。愛がない、言い換えれば他者に対しての思いやりがないとも言い換えられると思います。例えばの話ですけども、坂道で下っている車で上っていく車がすれ違うっていうシチュエーションあるじゃないですか。その時に基本的には上りの車を優先して、下っている車は上りの車を活かせるように止まんなきゃいけないがルールですよね。ですけども状況によってはですね、例えば上っている方が上級者、下っている方が運転がおぼつかないだとしたら、上ってる方に主導権があるわけですね。だったら上ってる方が譲って下りを先に生かすってこともあるじゃないですか。上ってる方がビャーっていく。どう思います？これね、愛がない運転だと思いませんか？愛がないんですよ。下手とは言いません。愛がないんです。それでですね、軽バンで死ぬな、愛のある運転で生き延びろですけども、要は安全っていうのはどういうものか、車の安全を構成する要素っていうのはどういうものかっていう話なんですけども、軽バンの衝突安全がやたらとね注目されて私の動画が回ってますけども、実は安全を構成する要素っていうのは3つあって、そのうちの1つでしかないんですよ。車のねハードウェア面での話をすれば、一つはこの衝突安全、いわゆる受動的安全パッシブセーフティーってやつですよね。それからもう一つは最近装着されている先進安全装備、いわゆる自動ブレーキ、いわゆるアクティブセーフティーってやつですよね。この性能、この2つの性能がハードウェア面ではあるんですよ。これね、もちろん2つともとても大事だし重要視するべき点だとは思います。ただし実はこの2つのハードウェア面での安全性というのを見るよりももっと大事なことがあります。それは運転技術、安全運転です。そしてこの安全運転の本質は愛のある運転、愛なんです。愛のある運転というのはどういうものかっていうのをご覧ください。名古屋市の今東区にいます。なんで名古屋に来てるかっていうと、やっぱり知ってるとこ走ってたって予測できてできるんだろうっていうになっちゃうんで、私知らない道をこれから今走りますんで、しかも街中なんで危険要素がいっぱいあります。今回初心者向け教習所ってすごく正しいんですよ。教えてる運転は実はかなり理にかなってるんですよ。安全に他者とぶつからないためのエッセンスが散りばめられてるんですね。法規通りにビジッと走るのと現実のリアルワールドの車の流れが違いすぎるんで、基本からかけ離れてしまって、かなりいい加減な運転っていうのが世の中にまかり通ってるんですね。例えば一時停止の線ぴったり止めて出るっていう人はほとんどいないですよね。なんとなく止まった体でニュルーっと行って、ちゃんと0キロにならずにビヨンって行く人多いじゃないですか。
であるとか、あとは高速のね、レーンチェンジ。本当は、法規通りというか、決まり通りにやるとすると、車線変更を開始する3秒前にウインカーを出さなきゃいけないんですよ。で見てると、8割ぐらいの人、もっとかな。ほとんどの人が、いきなり車線変更を始めるか、同時にウインカーを出すかっていう感じなんですよね。ひどい人になると、車線変更がほぼ終わってる状態でウインカー最後に出すみたいな人もいます。意味ねえ。で、なんでいい加減な運転になるかっていうと、周りのドライバーに合わせていくんですね。要は先輩ドライバー。それが一時停止ちゃんと止まらずにニュルっと出ちゃうとか、高速でのレーンチェンジは適当にウインカー出すみたいな。それでいいんだって思っちゃうわけですよ。教習所では習うけれども、実際に熟練していくのは路上に出てからじゃないですか。そこでダメな運転が身についていっちゃうんですね。20年、30年乗ってる人でもいい加減な運転っていうのがずーっとそれでやってる。で、それでなんとかなっちゃってる。だけどそこに危険がやっぱり潜んでるわけですね。だから初心者のうちにきちんとした運転ができるようになっておいた方がいいと思うんですね。最初が肝心ですからね。まず、初心者の方に向けて、すごく単純化して話をしたいの。車のですね、周りにバリアを張ってるイメージ、結界を張るみたいな。AT フィールドでもいいや。車の周囲何十メーターかの間に、この画面出しますけど、こういう形のバリアを作る。そのバリアの中に他車が、他の車とか、歩行者とか自転車とかバイクとか、あるいは障害物が入ってくるっていうイメージで運転することがいいと思います。具体的に何をしたらいいかというと、距離を取るってことですね。で、そのために何をしなければいけないかというと、教習所で習ったのは、確認ですよね。バックミラーの確認と、左右のドアミラーの確認、それから直接目視、左とか右とか、後ろを振り向くとか。この確認っていうとなんか漠然としてるので、ここは一つ、ミラーと首振りというふうに今回は言います。あと、もう一つ大事な要素として、速度をどう作るかですね。で、単純化した話をします。一般道は60キロが基本です。バイパスは80キロ。で、高速道路は100。状況に応じて速度は使い分けると。すべては速度も、首振りとミラーもバリア、他車との距離を守るためにやることです。他車との距離さえ保てていれば接触しないわけです。では走っていきます。では、さっきの概念、バリアを張る、距離を取ってあげる。なんでこうやって距離を取ってあげるかというと、かなり取ってるんですよ。これ車が1台ぐらい入れる状況なんですけども、いろんな打ち手が打てるんですよ。で、教習所では多分速度に応じて車間距離を変えろって作れっていう話だと思うんですけども、40キロなら40メーター、ね、60キロなら60メーターとかね。私的に、これをどうしたら初心者の方が距離が分かるかなと考えた時に、ちょっと思いついたんですけど、ここに今車検シール、ちっちゃいんですよ。この車検シールがあるんですけど、この小型の車検シールと車の大きさが合うぐらいが60キロの車間距離だと思いましょう。そのぐらい距離は取っちゃっていいです。車道を塞いでるんでちょっと左行きます。だね、アウディのじゃねえや、バカだなやつで、右に戻りたいんだけど、後ろのノアが来ないことを見ながら次段で行きます。N 番入ってくるね。で N 番がね、入ってこれるスペースはね基本的にあるんですよ。入れてあげると、これに N 番に近づいちゃうと N 番が目いっぱい、緊急車両来る、N 番が目いっぱいが目の前に広がっちゃうと前が見えなくなるので、打ち手がなくなっちゃう、打ち手が減っちゃう。今打ち手をたくさん残してあるんですよ。来てるね。どうする？一回よけるか。打ち手が減っちゃうような状況をみんな作ってるから緊急車両に行かせられないわけよ。ほら、前に詰めて止めちゃってるんで、右に寄れなかったんですよ。ブレーキかけるでしょ。急な動きしかしないからフットブレーキで減速するわけですよ。前に車間が詰めてるからね。でこのターンとは打ち手がどんどん減ってるわけで、赤ちゃんしてこんな運転してたら、今多分旦那がこういう運転するんだろうなと想像はつくけどね。免許取ったのが10年ちょっと前だとしましょう。取った時はこんな運転覚えなかったでしょ。速度もさ40キロとかでノロノロ走ったと思うんだよね。
あっちゅう間に周りの変な運転に流されちゃって、周りを模倣して覚えるからね、路上での運転っていう。あとは彼氏とか家族の運転が映る。何度もブレーキ踏むじゃないですか。要は車間が近いからなんで、速度のコントロールをエンジンブレーキとアクセルスロットル回路でやるべきなところをフットブレーキ踏んじゃってるんで、あんだけね前のノアに近づいちゃうと前が見えてない。ノアがもう自分の目の前いっぱい広がっちゃってて、あらゆることが先読みできないので疲れる上に結果も良くない。車間開けろと。俺一回もブレーキなんか踏んでないよ、さっきから。何度もこの人は踏んでるけど、私は何回も踏まずに速度はコントロールしてます。加速したけどさ、あとはまたブレーキ踏んでるじゃん。なんだよ左方が急に曲がってったの。だってここに先に入っていって曲がるべきところ。はい、こういうの注意だよね。これね、とにかく人が出てくるかと思って行った方がいいですね。だから、普通なら60で行くけど40で行きます。でちょっとこっちに寄っていきます。後ろが詰まってても40キープ。CX8 とかもね結構なスピードできたけども、駐車場はね絶対に速度出しちゃいけないですよね。ちっちゃい子がうろちょろしてると思った方がいい。人引くだと人生は終わりやで。そこでそこのね駐車場ほんと時速10キロ以下5キロぐらいで走る。後ろから詰められても3キロの時もありがたいから慌てて行っちゃうと、そこでね子供が飛び出たりとかするとやっちゃいますよね。例えばこういう狭い道ね、ブラインドで今見えないからここバッとショートカットして真ん中を通っていくとぶつけられちゃうよ。でここをやっぱり来ても絶対にこうすれ違いができるようにそういう角度にしておく必要があるね。要は車が来てから対向車が来てから軌道を変えても遅いわけ。角度がこうついちゃうから、そうすると幅を取っちゃう状態ですれ違うから大変になっちゃう。でこういう知らないところ、少し若干道が細めなところで車も止まってるような、ね、生活道路を通るときには速度は60キロじゃなくて、で今40ですからね。何があっても回避できるように。名古屋じゃなくて俺は静岡方向だから。でこれ合流が来るかもしれないから同時していくと。私だけ静岡、ほらこうやってね来るでしょ。はい、ですぐ合流になったんで加速します。で狙いどころを見つけて首を振ってみながら、狙いどころは簡単だったんでもう一回最後入るときに首を振ってますけどね。1キロぐらい流れてるんで、エブリにしては速い93キロで行く。その後ろ BMW が120ぐらいで来る。お前ここにさダメな運転だよね。私は今ね遅いからって抜かしたんだけど、120キロの BMW ではもうとっくに見えてたわけですよ。でその出るタイミングを待ってから出ればいちいちここのね狭い間に入んなくてよかったのに、クライスラーのジープがさ運転に愛がないから、新東名と東名の合流で私は、結構来るんだけど、これ首振りでねパッと見た方がいいですね。でこの速いやつを入れちゃおうかなと思ってて、で、さらに後ろから来てるんだけど80で行くと危ないんでチートスタイルそうになるんで、ちょっと速度上げて今85まで上げたんで、このテストも入ってくるんだよね多分。ほらね。であれさテストの入り方がダメなのは3秒待たなかったでしょ、ウインカーで。接近してるから十分加速してから入ったんじゃなくて、こっちに入ってから加速だから。レーンチェンジっていうのはミラーに入るところが車が見えたらその時に左を出す。123ダーンで入る時も一回ちゃんと首をね首振りで見て入る。で入る時は速度遅いのでこっちの速度に合わせるようにやや減速でアクセルを緩めながら入る。で
速いレーンに入るときは逆でアクセルを過剰に踏んで入っていく。でかなり今混雑してる時間帯みたいで団子になってるんですよ。ハイエースの集団がね、123、さすがトヨタ市だね、3台連続で行きます。まあ職人のね、あいつだから詰めるでしょ、あれがね、生き延びない運転だよね。でこの4トンじゃねえか、大型がね詰めてくる。なんで自殺願望だよ皆さん。でまあちょっと途切れたから行こうか。123加速。1回チラッと見てから行きました。最後ミラーで見ながら行きます。ただ行く時に前がどうなってるか、このまま行ってどこか入れるかっていうのを見ながら行きます。でタンクが黒いね、トヨタのタンクがいるんだけども、それの前に入ると後ろはマイクロが来てますけど、そんな速くないんで速度は上げていきます。でめちゃくちゃ向こう、見える限り遠くを見て渋滞が発生してないかどうかを見ながら、距離は今 80m 取ってますんで、間に入られてもいいぞと。でタンクの前にしようと思ったけど結構詰まってるんで、さらに前、そしてさらに、別の要素が入ってきたんですけども、合流があります。出口があるからまた合流があるわけですよ。でそこでまた合流する車がいると入りにくくなっちゃうんで、ここは頑張って速度を上げて入ってきたよね。速度を上げて、今100、一気に抜けます。大型の後ろに入ります。事故に巻き込まれて嫌だからね。はい、3秒待ってから振り向いてゆっくり落ち着いて入ります。もし渋滞にはまった時の逃げ方、渋滞してて完全停止してるところの一番後ろにつけなきゃいけない時っていう時の、停止方法なんですけども、これは詰めちゃいけません。一般道でだいたい止まる時は車2台分ぐらい開けて止めるっていう話をずっとしてきましたけども、高速で一番ケツにつけるときはめちゃくちゃ離します。それはね、追突されて弾かれても前の車に当たらないぐらいの距離を保つということなんですね。こういう絵です。こういう状態で止めます。逃げられるし、万が一当てられても弾かれるだけで死なない。とにかくパフォーマンス演技なわけです。演技の仕方一つで生き延びる状況が作れると。で、右側の、レーンから来るビューって来る時もあるから、 ETC レーンを過ぎた時も一回振り向いて入っていきます。いかがだったですか。愛のある運転。つまり安全を構成する要素っていうのは、この安全運転、愛のある運転、これが一番大きなウェイトを占めてるんですよ。完全自動運転が実現されてない限りは、そのハードウェア面での安全性がいくら優れていたとしてもですね、結局トータルで見るとやっぱり人の介在する領域、安全運転をしている車の方が上になるわけです。そして軽バンはおのずと安全運転になりがちになるんです。なぜかというと、乗ってて怖いからでもね、この怖いっていうね気持ちとか感受性ってすごい大事なんですよ。怖くないなーっていう車は良くない。軽バンは愛のある運転を助長するんです。だから安全。私の友人の 4WD エブリィに乗る M さんは今までめちゃめちゃ事故ばっかり起こしてたんですよ。だけどエブリィに乗り換えて違反も事故も一回もない。それは軽バンというものが愛のある運転をさせてくれるからです。ということで皆さんね、特に初心者の皆さん、教習所で習った運転を忘れるんじゃなくて、しっかり心に留め置いておいて、愛のある運転を覚えていってください。では次回の動画でお会いしましょう。ジェイク鈴木。今回の動画のお味はいかがだったでしょうか。司令官コースコンがお送りしました。おっさんは生き延びることができるか。